2025年3月、アメリカ、テキサス州オースティンにある神経科学研究センターで、一人の女性が診察台に横たわっていた。彼女の名前はサラ・コリンズ。当時46歳。電極を頭に貼り付けられ、目を閉じたまま、静かに呼吸していた。その瞬間、モニターに映る脳波が、突如として激しく乱れ始めた。担当の神経科学者が思わず立ち上がった。これは、通常の催眠状態では起こり得ないパターンだった。画面の数値が跳ね上がり、アラームが鳴り響いた。しかしサラは、動かなかった。ただ、涙だけが静かに頬を伝っていた。後に彼女はこう語った。水の中にいた。冷たくて、暗くて、体が動かなかった。息ができなかった。でも、不思議と怖くなかった。それが終わりだと分かっていたから、その言葉を聞いた研究者たちは、沈黙した。なぜなら、サラが語った歴史の瞬間の詳細、水温、水流の方向、意識が途絶えるまでの時間、それらすべてが、彼女の脳波の異常ピークと、秒単位で一致していたからだ。医学的な説明は、存在しなかった。26年間、水辺に近づくことすらできなかった女性が、なぜその瞬間を知っていたのか、その恐怖は、いつ、どこで、どのように生まれたのか、すべては、26年前に遡る。サラ・ミッチェルは、1999年、アメリカのオハイオ州で生まれた。ごく普通の家庭で育った。ごく普通の女の子だった。幼い頃から絵を描くのが好きで、学校では友人も多く、笑顔の絶えない子供だったという。しかしサラには、一つだけ、誰にも説明できないものがあった。水だ。池でも、川でも、プールでも、水が視界に入った瞬間、心臓が締め付けられるような恐怖が走った。息が詰まり、足が動かなくなる。理由は、わからなかった。溺れたことは、一度もない。水辺で何か怖い体験をした記憶も、全くなかった。それでも恐怖は本物だった。雨の日でさえ、窓の外を見るのが苦しかった。家族は最初、子供らしい怖がりだろうと思っていた。しかし、サラが5歳になっても、10歳になっても、その恐怖は消えなかった。むしろ、年を重ねるごとに輪郭が鮮明になっていった。中学生になったサラは、体育の授業で水泳が必修だと知った日、学校を休んだ。高校では、海沿いの修学旅行を断った。大学の入学式の帰り道、橋の上で足が止まり、その場に座り込んだこともある。26年間、彼女は自ら逃げ続けた。誰かに話しても、理解してもらえなかった。心療内科を訪れたこともあった。医師は、恐怖症、と診断したが、治療は効果を示さなかった。セラピーを重ねても、薬を試みても、恐怖の根は抜けなかった。それどころか、サラは夢を見るようになっていた。毎晩ではない。でも、繰り返し、暗い水の中に沈んでいく夢を、息ができない、手足が動かない。上を見上げると、水面の光がどんどん遠ざかっていく。そして、目が覚める。全身が汗で濡れていた。サラはある夜、日記にこう書いた。私はこの恐怖を、生まれる前から知っている気がする。その言葉が、すべての始まりだった。セラの体が、ゆっくりと椅子に沈んでいった。催眠療法士の声が、遠くなっていく。力を抜いて、呼吸に集中して、セラは目を閉じたまま、うなずいた。その瞬間だった。何かが、剥がれた。体の中から、何かが静かに抜け出ていく感覚。それは痛みではなかった。むしろ、羽のように、軽かった。セラは自分の体を、上から見ていた。椅子に座る自分の姿が、下に見える。医療チームがモニターを見ている。脳波の数値が、激しく揺れていた。でも、誰も気づいていなかった。セラ自身がもう、そこにいないことに、意識は、別の場所にあった。光がなかった。音もなかった。ただ、水の気配だけが、あった。冷たい。重い。そして、どこか、懐かしい。セラは思った。ここを、知っている。それは記憶ではなかった。体が覚えていた。細胞の奥底に刻まれた。何かだった。医療室のモニターが、異常を示し始めた。脳の特定領域が、突然、点灯した。通常の催眠状態では、絶対に起きない反応だった。担当の神経科学者は、後にこう語っている。あの脳波パターンは、説明がつかなかった。まるで脳が、
現在ではない何かを処理しているようだった。その時、セラの意識の中で、水が動いた。遠くで、川の流れる音がした。暗闇の向こうに、何かがある。セラは引き寄せられるように、その方向へ進んでいった。足音はなかった。体もなかった。あるのは、ただ、意識だけだった。そして、光が見えた。細く、遠く、まるでトンネルの、ずっと先にあるような、光が、近づいてくる。いや、違う。セラが、光へと近づいていた。足がない。体がない。それでも、何かが前へと進んでいた。意識だけが、静かに、その光の中へと吸い込まれていった。トンネルだった。長いトンネルだった。壁は見えない。床も見えない。ただ、前方に広がる白い光だけが、確かに存在していた。セラは怖くなかった。不思議なことに、あれほど恐れていた水の感覚も、溺れる苦しさも、もうそこにはなかった。あるのは、ただ、静けさだった。深く、澄んだ、静けさだった。光の中に、人影が見えた。一つではなかった。複数の、柔らかな輪郭が、そこに立っていた。セラは立ち止まった。いや、立ち止まろうとした。しかし意識は止まらなかった。引き寄せられるように、その人影へと向かっていった。近づくにつれて、輪郭が、形になっていった。顔が、見えた。セラの口から、言葉にならない声が漏れた。催眠療法士のジュヒヨン氏は、後にこう語っている。その瞬間、セラさんの表情が、完全に変わりました。恐怖ではありませんでした。まるで、長い間会えなかった誰かと、再会したような顔でした。先に行った者たちが、そこにいた。名前を知っている誰かではなかった。しかしセラは、確かに知っていた。魂の、どこか深いところで、知っていた。言葉は交わされなかった。それでも、すべてが伝わった。温かさが、意識の隅々まで満ちていった。そしてその瞬間、セラは気づいた。自分がここにいることの、意味を、水に沈んだあの日の、意味を、光がさらに強くなった。その先には、何かがある。まだ、見えない何かが、そしてそれは、セラに問いかけているようだった。ここから先へ、進むのか、それとも、戻るのか、境界。それは、場所ではなかった。感覚だった。セラの意識は、どこにも属していなかった。水の中でもなく、光の中でもなく、ただ、その狭間に、静かに漂っていた。音はない。重さもない。時間という概念が、ここでは意味を持たなかった。問いかけだけが、あった。進むのか、戻るのか。その声は、外から聞こえるのではなかった。自分の内側の、最も深い場所から、響いていた。セラは動けなかった。いや、動く必要を感じなかった。ここには、焦りがなかった。恐怖もなかった。ただ、静寂だけがあった。そしてその静寂の中で、セラはゆっくりと、自分の人生を思った。26年間、水を見るたびに、体が凍りついた。理由がわからなかった。誰にも、説明できなかった。ただ、恐ろしかった。それだけだった。でも今、わかる。あの恐怖は、この記憶だったのだ。ここで終わったあの瞬間が、形を変えて、次の命に刻まれていた。傷として、警告として、忘れられないものとして、光が、また揺れた。優しく、まるで、せかすでもなく、引き止めるでもなく、ただ、待っているように、セラは、目を閉じた。閉じた。と言っても、意識の中での話だ。体はすでに、どこにもなかった。あるのは、ただ、選択だけだった。戻れば、何かが変わる。そう、確信していた。根拠はなかった。でも、確信だけがあった。ここで得たものを、持ち帰ることができる。あの恐怖を、手放すことができる。そして、生きることができる。光が、静かに語りかけた。言葉ではなかった。でも、意味は届いた。お前の物語は、まだ終わっていない。セラの意識が、ゆっくりと動き始めた。その瞬間、26年分の記憶が、走馬灯のように広がっていった。26年分の記憶が、広がっていった。最初に見えたのは、幼い頃の自分だった。海辺で、砂浜に座っている。波が近づくたびに、身体が固まった。誰かが手を引いても、足が動かなかった。その恐怖の意味を、誰も知らなかった。セラ自身も、知らなかった。
次に見えたのは、少女時代だった。友人たちがプールへ走っていく。笑い声が遠ざかっていく。セラは一人、しがらみの外に立っていた。水の匂いだけで、息が詰まった。なぜ怖いのか、説明できなかった。ただ、怖かった。それだけだった。記憶はさらに続いた。大人になっても、川の橋を渡るときは目を閉じた。雨の日は、窓を開けなかった。水の音が聞こえると、胸の奥が締め付けられた。理由のない恐怖は、生活のあらゆる場所に影を落としていた。デートも断った。旅行も断った。人生の多くの時間を、恐怖のために手放してきた。しかし今、走馬灯の中でセラは気づいていた。あの恐怖は、敵ではなかった。それは、魂が抱えてきた古い傷だった。前の人生で経験した。深く、冷たく、暗い水の記憶。消えなかったのは、弱かったからではない。それだけ深く、刻まれていたからだ。魂の層に、刻まれていたからだ。そして今、その傷に初めて光が当たった。見ることができた。名前を呼ぶことができた。理解することができた。走馬灯は静かに、穏やかに、終わりへと向かっていった。恐怖の記憶ではなく、解放の予感として、セラの意識の中で、何かが確かに変わろうとしていた。次の瞬間、彼女は戻ってくる。この世界へ、新しい自分として、セラの体が、震えた。指先から始まった小さな震えが、腕へ、肩へ、そして全身へと広がっていった。セラピストの声が、遠くから聞こえた。戻ってきてください。あなたは安全です。ここは、現実の世界です。しかし、セラはすぐには戻れなかった。川の底から浮かび上がるような感覚があった。重く、冷たい水の層を、一枚ずつ突き破るような。そして、光が見えた。まぶたの裏に、白い光が広がった。次の瞬間、セラは大きく息を吸い込んだ。まるで、本当に溺れていたかのように、まるで、二度目の誕生を迎えたかのように、部屋中に、彼女の息遣いだけが響いた。モニタリング室では、神経科学者たちが声を失っていた。脳波の記録を見つめたまま、誰も動けなかった。帰還の瞬間、セラの脳波に異常な変化が起きた。恐怖反応を司る扁桃体の活動が、急激に落ちた。代わりに、前頭前皮質が、これまでにない強さで点灯した。それは、まるでスイッチが切り替わったような波形だった。医療スタッフの一人が、小声でつぶやいた。これは、何が起きているんだ。セラはゆっくりと目を開けた。涙が、静かに頬を伝っていた。しかし、その表情に恐怖はなかった。26年間、彼女の顔に刻まれていた緊張が、消えていた。セラピストが静かに問いかけた。今、どんな気持ちですか？セラは、少し間を置いてから答えた。軽い、すごく、軽いです。ずっと持ち続けていた何かが、もう、ここにはない気がします。その声は、穏やかだった。震えていなかった。26年分の恐怖を、彼女は川の底に置いてきた。そして今、新しい体で、この世界に戻ってきた。しかし、本当の変化はここからだった。翌日、セラに異変が起きた。翌日の朝、セラは目を覚ました。いつもと違うことに、すぐ気がついた。窓の外に、雨が降っていた。しかし、彼女の体は動いた。カーテンを開けた。雨粒が窓ガラスを伝って流れ落ちるのを、ただ、じっと見ていた。かつてなら、それだけで息が詰まっていた。しかし今は、何もなかった。胸の締め付けも、動悸も、逃げたいという衝動も、ただ、雨が、綺麗だと思った。それが全てだった。家族は、その変化に驚いた。娘が、台所で水を流しっぱなしにしていた。母親は思わず駆け寄った。大丈夫？セラは振り返り、微笑んだ。大丈夫。その笑顔を見て、母親は声を上げて泣いた。26年間、娘が水を怖がるたびに、何もできなかった自分を責め続けてきた。その重さが、ようやく、少しだけ降りた気がした。変化は、体にも現れていた。セラは催眠の翌週、神経科を再び訪れた。脳波の検査を受けた。以前は、水に関する映像を見せるだけで、扁桃体に異常な興奮パターンが記録されていた。しかし今回は、違った。その反応が、消えていた。担当医は、画面を何度も見直した。同じ人の、同じ刺激への反応とは思えない。医師はそう言った後、
しばらく黙った。セラの脳は、確かに変わっていた。恐怖の記憶が保存されていた領域の活性化パターンが変化していた。それは一時的なものではなかった。3ヶ月後も、半年後も、その状態は続いた。科学は、事実を記録した。しかし、なぜそうなったのかは、まだ、説明できていなかった。体験したのは記憶か、それとも、もっと別の何かか。この問いに答えるために、科学と霊性は、正面からぶつかることになる。科学と霊性、この二つは、長い間、対立してきた。一方は証拠を求め、もう一方は体験を語る。セラの事例は、その境界線に、深い亀裂を入れた。神経科学者たちは、記録された脳波を繰り返し分析した。恐怖反応が消えたことは、事実だった。脳の活性化パターンが変わったことも、事実だった。しかし、その変化がなぜ起きたのかを、既存の理論では説明できなかった。催眠療法の研究者たちは、こう述べた。記憶は、過去の体験から形成される。だが、彼女の脳には、根性では存在し得ない記憶の痕跡があった。それは、偶然の産物なのか、それとも、意識が持つ、もっと深い層の記録なのか。霊性の側からは、別の解釈が提示された。魂は肉体を超えて存在し、その記憶は次の生へと引き継がれる。セラが感じた恐怖は、根性で生まれたものではない。それは、遥か前の死の瞬間が、魂に刻んだ傷だった。と、どちらが正しいのか、現時点では、誰も断言できない。ただ、確かなことが一つある。セラは変わった。26年間、彼女を縛り続けた恐怖は、消えた。脳は、新しいパターンを刻んだ。そして、その変化は、今も続いている。科学は、何が起きたか、を記録した。霊性は、なぜ起きたか、を語ろうとした。二つの視点は、同じ一つの体験を、異なる言葉で描いている。もしかしたら、真実は、どちらか一方の側にあるのではないかもしれない。その答えは、次の問いの中に、静かに待っている。セラの体験が伝えるものとは、一体何なのか。セラは、今もその体験について、こう語っている。水が怖かったのではなく、死が怖かったのだと、あの瞬間に気づいた。と、26年間、彼女を縛り続けた恐怖は、過去の記憶から来ていた。そして、その記憶に向き合った瞬間、すべてが解けた。科学は、脳波の変化を記録した。しかし、その変化をもたらしたものが何であったか、まだ誰も断言できていない。前世の記憶なのか、それとも、深層に眠る、別の何かなのか。答えは、まだ開かれたままだ。ただ、一つだけ確かなことがある。彼女の恐怖は、消えた。脳は、変わった。そして、その変化は、本物だった。あなたの中にも、理由のわからない恐怖や、説明のつかない感情が、眠っているかもしれない。それは、どこから来るのだろうか。その問いを、胸の中に持ち続けてほしい。真実は、いつも、静かなところで待っている。